こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関するお話や、食と健康に関するお話、そういったことをメインのテーマとして、お話しさせていただいております。で、前回からですね、ぬか床の中にいる微生物のお話というものをしております。前回の動画とかもですね、気になるという方はまずチャンネル登録していただいて、動画のタイトル欄にタップしていただきますと詳細も見ることできますので、そちら見ていただくといいかと思います。ということで、前回ですね、乳酸菌の話をしていったわけなんですが、今回はぬか床の中にいる微生物代表的なものの乳酸菌、酵母菌、酪酸菌の中の2つ目、酵母菌についてお話ししていきたいと思います。で、酵母菌っていう菌はですね、すごくたくさんの種類があるんですね。ものすごくたくさんの種類があって、それぞれいろんな働きをするわけなんですけれども、ぬか床の中にいる、酵母菌だったりとか、パンを作るための酵母菌だったりとか、お酒を作る酵母菌とか、あとはですね、三膜酵母っていうのがあったりとか、とにかくいろんな種類があります。で、今日はですね、その中でも一番有名なのが、このサッカロマイセスセレビシエという菌なので、こちらをですねちょっと、説明していこうかなと思います。で、サッカロマイセスセレビシエってなんかちょっと難しい名前なんですけども、この酵母菌がですね、実は一番身近な酵母菌、人間にとってですね一番身近な酵母菌です。で、どういうふうに身近なのかというとですね、ここに書いてあるようにお酒とかパン作り、これに使われる酵母菌なんですね。なのでお酒っていうといろんな種類ありますけれども、大体ビールとかワインとか日本酒とかですね、大体ほとんどのものがこの酵母菌、サッカロマイセスセレビシエという酵母菌から作られている発酵食品なわけなのですね。発酵食品なんですね。お酒に興味がある方、お酒が好きな方っていうのは、お酒が発酵食品っていうことは、知っている方も多いと思うんですけれども、あまりお酒に興味がないっていう方は、もしかしたらこのビールとか今飲んでるワインとか、それが発酵食品っていうことを、知らないっていう方ももしかしたらいるかもしれないですね。だけども、もう酵母菌っていうのはその身近にある酒とかパンとかに使われている、非常に、重要で身近な菌ということなんですね。で、このサッカロマイセスセレビシエという酵母菌はですね、出芽酵母という、特徴を持っています。で、出芽する酵母なのでですね、芽を出す感じなんですね。どういう時に芽を出すかっていうと、繁殖してどんどん増えていく時に芽を出して増えていくという特徴を持っています。で、このちょっとですね絵を描いてみたんですが、非常に分かりづらい、絵なんですけども、一応ですねこういう感じの酵母ってイラストで表すと、なんとなくこういう感じなんですね。この1個の大きな酵母があって、で繁殖する時、増える時にですね、ここにちょっと芽を出すんですね。このポコって感じで芽を出して、でポコって芽を出したやつがどんどん大きくなっていって、大きくなったらそれがピュッと離れて分離するみたいな感じに増えていきます。でポコって芽を出して離れて分離して、どんどん数が増えていくみたいな繁殖の仕方をするのが、この出芽酵母というものなんですね。なので酵母菌って結構イラストで表すとこうやってポコっていう感じで可愛い感じになっています。はい。で、このサッカロマイセスセレビシエという酵母菌はですね、もう世界中至るところにいます。なので、この酵母菌が世界中至るところにいることによって、世界中にいろんな種類のお酒があるということなんですね。はい、もう本当にですね、昔、紀元前2000年とか紀元前1500年とか、それぐらい大昔の時代から、メソポタミアとか、そういったところでパンが作られていたり、この酵母によって、お酒が作られていたりしたわけなんですね。はい。で、自然界にありとあらゆるとこ、空気中とかにファーって、酵母菌っているんですけども、特にどこにたくさんいるかっていうとですね、特にたくさんいるのは、果物なんかの果実
ですね、果実の表面にいっぱい付着しています。果物自体にも全体的に酵母いるんですけれども、特に皮の部分ですね、皮の部分に付着しています。実の部分にはそんなにいっぱいいないんですけども、皮の部分ですね。なんか柿とか、ちょっと表面が白くなってたりするやつがあると思うんですけども、それが酵母なんじゃないかなというふうに、見ることができます。はい。で、ここにですね書いてありますように、この酵母菌っていうのは現代では作るものによって都合のいい働きをするように純粋培養というのがされています。昔はですね、大昔はですね、ワインを作るにしても日本酒を作るにしても、自然界にいる酵母菌っていうのを利用して作っていました。例えばですね、ワインだったら、ブドウから作るのでブドウの表面にいる酵母を利用して、ワインを作っているし、日本酒だったら、その酒蔵にあるその蔵の樽の中ですねに住み着いている蔵付きの菌をもう使って作るということをしていたんですけれども、近年はですね、そのいっぱいいる株の中から、優秀なものだけ、酒なら酒造りに適した酵母菌だけ、パンならパン作りに適した酵母菌だけを選抜してですね、それを純粋培養して使っているということなんですね。なので、その作るものによって、都合のいい働きをするようにしているので、ワイン酵母っていうのがあったり、清酒酵母というのがあったり、ビール酵母とかパン酵母っていうのもありますよね。そういった形で、ちゃんとそれに、作るものに対して、いい感じに操作されている、操作はしてないんだけども純粋培養、それに適したものを純粋培養しているっていうのが、今使われている、酵母菌ということになります。で、例えばですね、もうワインとか作る時、昔だとですね、まずその作り方としてブドウを使うんですけども、ブドウの皮と実を分けて、別々に最初に発酵させるということをします。どういうことかというと、皮には酵母菌がたくさんいますよね。なので皮だけまず、いっぱい発酵させて、皮だけで酵母菌だけをわーっと繁殖させます。で、また別で実の方は実の方で乳酸菌がいっぱいいるので、実の方は乳酸菌をわーっと発酵させる。で、その状態にしておいて、乳酸菌がたくさん繁殖して酸性になった状態の実の方の液体に、酵母がわーっとたくさん繁殖した皮の方の液体を入れて、それを合体させて発酵させる、アルコール発酵させていくという作り方をしてるんですね。すごく理にかなっている感じなんですよね。もう乳酸菌で酸性で他の雑菌が入らない状態にしておいて、で皮のところで酵母菌だけを割って繁殖させて、でいっぱいの酵母菌をそこに入れることによって、アルコール発酵が、効率よく行われるというやり方なんですね。これはワインもそうですし、日本酒の作り方もそうですよね。日本酒は、酒母っていうものを作っていくわけなんですけども、酒母はその酵母菌だけがバーって繁殖するものですね。それを作ってから混ぜるっていうことをしていきます。そういった感じで酵母菌と乳酸菌別々に繁殖させることで、うまくアルコール発酵してくれるということなんですね。で、昔は、日本酒だったら酒蔵についている酵母っていうのを使っていたんですけども、今は、酵母っていうものを純粋培養したものを添加するということを、行って酒母なんかを作っています。協会酵母というやつですね。日本酒、の蔵の方とか、業界の方はご存知だと思うんですけども、今はその協会酵母というものを買ってでその酵母を添加してお酒を作るっていうのが一般的になっています。なので、自然酒って聞いたことがあるかもしれないんですけれども、自然酒っていうのはその純粋培養した協会酵母っていうのを使うんではなくって、本当にその蔵付きの菌とか、自然にいる菌を使って作っているお酒、それが自然酒なんですね。ワインでいうと美容ワインとかそういったものになります。ということでですね、この酵母菌というのは非常に身近な菌、昔から存在している身近な菌で、アルコールを主に作ってくれる菌ということなんですね。
はい、でぬか床の中にもですね酵母菌っていうのがいますので、またですねぬか床のメカニズムをご説明するときに酵母菌がどういった働きをぬか床の中でしているかっていうこともですねお話ししていこうと思います。で酵母菌についてはですねもっともっと、詳しいお話を、しているんですけども、そういったもう酵母菌についてもっと詳しく知りたいっていう方はですね、動画で学べる発酵食講座っていうのがありまして、そちらがですね、この動画のタイトル欄をタップしていただくと詳細見ることができるんですけども、そちらのぬか床のパートがありますので、それを見ていただくと、乳酸菌について詳しく、酵母菌について詳しく、酪酸菌について詳しく、でさらにぬか床のメカニズムについて詳しく、解説しておりますので、気になる方はですねぜひそちらもチェックしてみてください。ということで今回は以上となります。今回の動画気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、次はですね次回の動画では酪酸菌、とても整腸作用の強い酪酸菌についてお話ししていこうと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。